はい、今回は格安 SIM の大手3社 IIJ ミオ、ビッグローブモバイル、マイネオの新料金プランの比較を行います。格安 SIM 各社の特徴も解説しますので、格安 SIM を選ぶ際の参考にしていただければと思います。このチャンネルの動画では iPhone、iPad などのガジェットやその活用、格安 SIM について紹介しています。少しでも皆さんの役に立つ動画を作っていきますので、画面右下にある登録ボタンを押してチャンネル登録よろしくお願いします。この動画は2021年3月19日時点での情報に基づいて配信しています。ご了承ください。この動画の流れですが、最初に IIJ ミオ、ビッグローブモバイル、マイネオの新料金プランの比較を行います。次に IIJ ミオ、ビッグローブモバイル、マイネオの特徴について解説します。そして各社の料金のシミュレーションを行いました。最後におすすめの格安 SIM について検証しましたので、ぜひ参考にしてください。それでは IIJ ミオ、ビッグローブモバイル、マイネオの新料金プランの料金を比較します。3社の音声通話 SIM の新料金プランの料金で比較します。料金は税抜きの表記です。まずは IIJ ミオから見ていきます。IIJ ミオは au 回線のタイプ A とドコモ回線のタイプ D の2種類の回線があります。タイプ A、D ともに同じ料金で、月 2GB で780円、4GB で980円、8GB で1380円、15GB で1680円、20GB で1880円となっています。次にビッグローブモバイルですが、ビッグローブモバイルも au 回線のタイプ A とドコモ回線のタイプ D の2種類の回線があります。タイプ A、D ともに同じ料金で、月 1GB で980円、3GB で1200円、6GB で1700円、12GB で3400円、20GB で5200円、30GB で7450円となっています。12GB、20GB、30GB は新料金ではなく、現行の料金のままになっています。次にマイネオの料金を見ていきます。マイネオは au 回線のタイプ A とドコモ回線のタイプ D、そしてソフトバンク回線のタイプ S の3種類の回線があります。タイプ A、D、S ともに同じ料金で、月 1GB で1180円、5GB で1380円、10GB で1780円、20GB で1980円となっています。こうして見てみると IIJ ミオは 2GB の小容量から 20GB の中容量まで幅広く安い料金になっています。対してビッグローブモバイルは 1GB、3GB、6GB は IIJ ミオに比べるとやや高いものの、新料金で以前に比べて安くなっています。しかし 12GB 以上の料金は現行の料金のままで非常に高く感じます。ビッグローブモバイルはこのままずっと高い料金のままにしておくことは考えにくく、いずれ新料金に改定するものと思います。ですが今は料金が高いため、ビッグローブモバイルの 12GB 以上の容量を契約するのはお勧めしません。マイネオの新料金プランマイピタは 1GB の小容量から 20GB の中容量まで幅広く揃えています。IIJ ミオと比べると少し高く感じますが、それでも以前の料金に比べると随分安くなっています。次に IIJ ミオ、ビッグローブモバイル、マイネオの新料金プランのその他の部分について比較していきます。
まずは家族の回線分契約するなど複数回線割引についてですが、IIJ ミオには複数回線割引がありません。対してビッグローブモバイルでは2回線目以降の回線は1回線あたり200円割引、ビッグローブ光に契約している場合は1回線目が200円割引になります。マイネオの場合は複数回線契約している場合、1回線あたり50円割引になります。次に容量シェアですが、IIJ ミオは6月以降提供予定ですが、SIM 間でのシェアが可能になります。ビッグローブモバイルは SIM 間でのシェアができませんが、シェア SIM のプランで容量をシェアできるようになります。シェア SIM プランの場合、音声通話 SIM1 枚の追加で毎月900円プラスで料金がかかってきます。マイネオのマイピタの場合、シェアとは違いますが、パケットギフトという形で使っていない容量を送ることができます。次に回線タイプの変更についてですが、これは IIJ ミオ、ビッグローブモバイル、マイネオともに対応しています。なので SIM の契約後、au 回線からドコモ回線など別の回線に変更することができます。光回線とのセット割引についてですが、IIJ ミオの場合は IIJ ミオ光と SIM の契約のセットで IIJ ミオ光の料金が毎月600円割引になります。ビッグローブモバイルの場合はビッグローブモバイルのドコモ回線のタイプ D の音声通話 SIM とビッグローブ光との契約のセットでビッグローブ光の料金が毎月300円割引になります。マイネオには光回線とのセット割はありません。5G への対応ですが、IIJ ミオが6月以降無料で提供予定です。ビッグローブモバイルは今のところ対応していません。マイネオは毎月200円のオプションで対応しています。次に低速と高速の通信の切り替えの有無と低速の速度についてですが、IIJ ミオは低速への切り替えが可能で、速度は最大 300kbps です。ただし3日間で低速の使用量が 366MB を超過するとさらに速度が低下するようです。ビッグローブモバイルでは低速への切り替えができなくて、高速の通信の容量を超過した場合に低速になります。その速度は最大 200kbps です。マイネオの場合は低速への切り替えができて、その速度は最大 200kbps です。低速への切り替えはどういった時に行うかというと、高速のデータ使用量を節約したい時に行うことが多いです。あとはラジコなど通信速度が速くなくても良いサービスを長い時間使う時などに利用されることが多いです。数年前は今より 1GB あたりの通信料金が高かったため、高速のデータ量を節約するために低速への通信の切り替えを活用していましたが、ここ最近は通信の料金が下がってきていますので、この低速への通信速度の切り替えの需要は少なくなってくるものと思われます。次にデータ通信の容量が足りなくなった際の容量の追加ですが、IIJ ミオの場合 1GB あたり200円、ビッグローブモバイルの場合 100MB あたり300円。ちなみに 100MB というのは 0.1GB のことです。マイネオの場合は 100MB あたり165円となっています。こうしてみると IIJ ミオは容量の追加もとても安い値段で追加することができるのがわかります。普段は例えば毎月 4GB の通信で収まっていた人が、急な用事などでその月のみ通信の量が多くなった時、容量の追加が 1GB あたり200円という安い値段で行い、便利に安く通信を行うことができます。ですので、時々容量を多く使う月がある場合は IIJ ミオを検討することをお勧めします。音声通話料金に関しては3社とも30秒あたり20円と変わりません。音声通話のアプリは IIJ ミオ、ビッグローブモバイル、マイネオともに揃えていて、
30秒あたりの通話料が通常の通話料金の半額以下になっています。IIJ ミオの場合は同一契約、例えば家族間の通話がさらに安くなっているのが特徴です。かけ放題のオプションも各社揃えているので、通話をある程度される方はこのオプションをつけることができます。IIJ ミオの場合は家族間の通話時間が長くなっているのが特徴です。次に IIJ ミオの新料金プランの特徴について見ていきます。IIJ ミオの特徴は家族などで複数の SIM を契約している場合、それらの SIM のデータシェアが可能になるという点です。このシェアの機能は6月以降提供予定になっています。このシェア機能のおかげで家族で SIM を契約している場合、誰か一人のデータ量が足りなくなっても、家族でデータ量をシェアしていることで、そのシェアしているデータから使うことができるので、皆で無駄なく使うことができるようになります。また、音声通話 SIM、データ通信専用 SIM、eSIM など SIM の種類によらずデータシェアが可能になります。そしてシェアグループを作れるということで、家族の中でシェアを行うグループを作ることができます。また、新料金プランの他の特徴として、シンプルな料金設定という点があります。これは2代目家族割など複雑な割引をなくし、最初から安い値段で料金をシンプルにしています。また1年目割引や期間限定割引をなくしてずっと同じ料金にしています。MNP 転出料や契約解除料金も0円に設定しています。また6月以降提供予定ですが、5G の通信も無料で提供となり、5G と 4G の通信の切り替えもできるようになるようです。ビッグローブモバイルの新料金プランの特徴としてエンタメフリーオプションがあります。音声通話 SIM 契約の場合、毎月280円でこのエンタメフリーオプションをつけられるようになりました。エンタメフリーオプションの大きな特徴として YouTube などの動画配信、ラジコ、Apple Music などの音楽、ラジオ配信のデータ消費がカウントされません。ですので、朝夕の通勤通学の時間帯でスマホで動画を見たり音楽を聴いたりするのに適しているオプションになるかと思います。それではアイネオの特徴について見ていきましょう。アイネオの最大の特徴は他社にはない独自のサービスが挙げられます。いくつか代表的なものを見ていくと、ゆずるねというサービスがあります。このゆずるねというサービスは、平日の12時から13時までのお昼の時間帯の通信を控えることで、その代わりにお得な特典が受け取れるようになるサービスです。格安 SIM の場合、このお昼の時間帯は通信が混み合うため遅くなりがちですが、お昼の通信の混雑緩和のために考案されたサービスだと思います。次にマイネオにはフリータンクというサービスがあります。これは全国のマイネオユーザーが使い切れなかったパケットをこのフリータンクに入れて、他の必要としているユーザーに分け与えるサービスです。他のユーザーと助け合いができるとてもユニークなサービスです。次のサービスはパケットギフトと呼ばれるサービスです。これは余ったパケットを家族や友人など他の特定のユーザーにギフトという形でパケットを送ることができます。最後にこれはオプションになりますが、パケット放題というサービスがあります。毎月350円の料金で通信速度を低速に切り替えた時の速度が通常だと最大 200kbps だったのが最大 500kbps になり、500kbps での通信が使い放題になるサービスです。で、この 500kbps ですが少し遅いのですが、意外と様々な用途に使えるようです。スマホでのネットブラウジング、SNS、動画視聴も 360p 程度の画質であれば問題なく視聴できるようです。マイネオのパケット放題、通信速度が多少遅いものの、用途がビッグローブモバイルのエンタメフリーオプションのように限定されないため、様々な用途でたっぷり通信をしたいという方にとっては魅力的なオプションであると思います。それでは次に料金シミュレーションをしてみましょう。
このシミュレーションはあくまで参考程度に捉えてください。契約の際はきちんとご自身で料金を確認されるようにしてください。1人分の料金のシミュレーションですが、音声通話 SIM3GB から 5GB までの SIM1 回線と光回線を契約する場合でシミュレーションします。光回線はセット割対象の光回線がある場合はそちらで契約する過程で計算しています。IIJ ミオの場合、4GB の音声通話 SIM の料金980円が1回線分と、IIJ ミオ光の料金が4960円、IIJ ミオの SIM と IIJ ミオ光のセット割引で600円割引になるので、毎月の料金は5340円になります。なので1年間の SIM と光回線の料金は5340円が12ヶ月分なので64080円になります。ビッグローブモバイルの場合、3GB の音声通話 SIM の料金1200円が1回線分と、ビッグローブ光の料金が4980円、ビッグローブモバイルの音声通話 SIM とビッグローブ光のセット割引で光回線から300円割引、さらに SIM の料金から200円割引になります。300円の割引はドコモ回線のタイプ D の音声通話 SIM が対象なのでご注意ください。ということで毎月の料金は5680円になります。なので1年間の SIM と光回線の料金は5680円が12ヶ月分なので68,160円になります。マイネオの場合、5GB の音声通話 SIM の料金が1380円が1回線分と、光回線の料金が4980円で、毎月の料金は6360円になります。マイネオの場合、セット割対象の光回線がないため、光回線はビッグローブ光で計算しています。1年間の SIM と光回線の料金は6360円が12ヶ月分なので76,320円になります。1人分の音声通話 SIM の料金と光回線を合わせた料金は IIJ ミオが一番安くなることが分かりました。マイネオと比較しても年間1万円以上安くなるという結果になりました。次に家族4人分の料金のシミュレーションですが、音声通話 SIM3GB から 5GB までの SIM4 回線と光回線を契約する場合でシミュレーションしています。IIJ ミオの場合、4GB の音声通話 SIM の料金980円が4回線分と、IIJ ミオ光の料金が4960円、IIJ ミオの SIM と IIJ ミオ光セット割引で600円割引になるので、毎月の料金は8280円になります。なので1年間の SIM と光回線の料金は8280円が12ヶ月分なので99,360円になります。ビッグローブモバイルの場合、3GB の音声通話 SIM の料金1200円が1回線分と、2回線目以降の SIM の料金が1000円が3回線分、ビッグローブ光の料金が4980円、ビッグローブモバイル音声通話 SIM とビッグローブ光のセット割引で光回線から300円割引、さらに1回線目の SIM の料金が200円割引になります。ということで毎月の料金は8680円になります。なので1年間の SIM と光回線の料金は8680円が12ヶ月分なので104,160円になります。マイネオの場合、5GB の音声通話 SIM の料金1380円が4回線分と、光回線の料金が4980円、SIM の複数回線の割引50円が4枚分で、毎月の料金は1300円になります。マイネオの場合、セット割引対象の光回線がないため、光回線はビッグローブ光で計算しています。1年間の SIM と光回線の料金は1300円が12ヶ月分なので123,600円になります。
4人分の音声通話 SIM の料金と光回線を合わせた料金は IIJ ミオが一番安くなることが分かりました。マイネオと比較しても年間2万円以上安くなるという結果になりました。IIJ ミオはビッグローブモバイルやマイネオと違い SIM の複数回線割引がありませんが、もともとの料金が安いのと光回線とのセット割引の額が大きいため安くなったのだと思います。次におすすめの格安 SIM について検証しました。光回線と一緒に契約する場合、第一のおすすめは IIJ ミオです。先ほどのシミュレーション結果からも SIM と IIJ ミオ光とのセット割引で600円割引になるのと、もともとの SIM の通信料金が安いため総合的に安く料金を抑えることができます。次のおすすめはビッグローブモバイルとビッグローブ光の組み合わせです。セット割引で300円割引になります。先ほどのシミュレーション結果からも IIJ ミオには及びませんでしたが、料金をかなり安く抑えることができます。ただし注意点があって、ビッグローブモバイルの場合はセット割引の対象は音声通話 SIM のタイプ D 回線のみという点です。それでは次にですが、ソフトバンク回線の格安 SIM を契約したい場合、また 500kbps の速度で通信をたくさん使いたいパケット放題や独自のサービスに魅力を感じる場合は、マイネオの新料金プランマイピタをおすすめします。YouTube などの特定の動画視聴コンテンツを屋外でよく利用される方は、エンタメ放題のあるビッグローブモバイルを選択するのも良いと思います。最後にこれはおまけですが、ドコモ回線タイプ D と au 回線のタイプ A ではタイプ A の方が通信速度が速い傾向があるようです。これはビッグローブモバイルの公式ウェブサイトで紹介していました。最後になりますが、格安 SIM の大手3社 IIJ ミオ、ビッグローブモバイル、マイネオの新料金プランの比較を行い、それぞれの特徴について検証してきました。皆さんはどの通信事業者と契約したいですか？この動画が少しでも皆さんのお役に立てたのなら幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。今後も少しでも皆さんのお役に立てるような動画を作っていきますので、画面右下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いします。